皆さんこんにちは、なおこです。最近私が住んでいるところはだんだん寒くなってきました。今日の最高気温は17度、そして最低気温は9度です。結構寒いですよね。はい。この寒くなってきたこの時期、この季節、食べたくなるものがあります。そう、それがこれ。じゃじゃーん。中華まんです。中華まん。だんだん寒くなってきたこの時期、この季節、この中華まんが本当に食べたくなります。本当に美味しいです。今日はこの中華まんを皆さんに少し紹介したいと思います。そして食べたいと思います。あの、食べ物に関係する日本語を使うので、皆さんよく聞いてくださいね。じゃあ早速この中華まん、中国のパオズっていう食べ物から来た食べ物です。昔中国から日本にそのパオズっていう食べ物が伝わってきて、そしてそれを日本人向けに少し変えたもの、少しアレンジしたものが中華まんです。そう。まずこれ肉まんをちょっと紹介したいと思います。肉まん。じゃじゃん。肉まんです。じゃあ、まず、この生地を見てください。生地。そう。ふわふわです。ふわふわで柔らかくて、少ししっとりしています。しっとり。少し水分がある状態のことをしっとりしていると言います。乾燥していなくてしっとりしています。そう。ちなみにしっとりというのは肌にも使いますね。しっとりした肌とか。この肉まんも、肉まんの生地もしっとりしています。普通のパンと違うポイントは、普通のパンってグルテンが多い強力粉っていう小麦粉を使って作ることが多いと思うんですけど、この肉まんは薄力粉っていう小麦粉を使うらしいです。そう。薄力粉っていうのはよくクッキーとかケーキを作るときに使う小麦粉です。グルテンが少ない小麦粉かな。薄力粉。材料はシンプルで、薄力粉、小麦粉と水と塩と砂糖、あとはイーストとかベーキングパウダーとか、そう。そしてこれは焼いて作るんじゃなくて蒸して作ります。蒸します。蒸して作るので多分生地がふわふわなんだと思います。ふわふわでしっとりしています。はい。じゃあ皆さん、この肉まん、中身は何だと思いますか？中に何が入っていると思いますか？じゃじゃーん。おー。はい。中身はこんな感じです。肉まんの中身はお肉が入っています。そしてこのお肉は豚肉です。豚肉。そう。基本的に豚肉と、あと玉ねぎとかタケノコとか椎茸が入っています。そう。お肉は基本的に豚肉を使うので、あの、日本の関西地方、大阪とか関西地方では肉まんのことを豚まんって呼ぶみたいです。豚まん。私は肉まんって呼んでいるんですけど、関西地方では豚まんと呼ばれているみたいです。はい。じゃあ、肉まん食べたいと思います。久しぶりに食べるのですごく楽しみにしていました。いただきます。うん、美味しいです。もう、これこれって感じ。肉まん。あの
味は醤油ベースの味かな。うん。本当に美味しいです。この肉まんを食べると、ああ、冬が来たとか、もうすぐ冬だっていう気持ちになります。そう。肉まんってすごく熱いんですよ。もう熱々熱々で、食べると体も温かくなるので、やっぱりこの寒くなってきたこの時期とか、寒い冬に肉まんが食べたくなるんです。はい。この肉まんと、あとこれはさっき近くのコンビニで買ってきたんですけど、だいたい夏が終わって9月とか10月くらいからコンビニでこの肉まん、中華まんが売られ始めるんですよ。コンビニのレジの前に肉まん用のケースが置かれます。そう。そのケースの中が熱くて、温かくて、中で中華まんが温められながら売られています。そう、レジの前、レジの横ですね。ちなみに値段は、これ1個、値段はだいたい今は150円から200円くらいですね。そう。安いし、大きさも大きすぎないし、小さすぎないので、ちょうどいいサイズなんですよ。ちょうどいいサイズです。だから、この時期、ちょっとお腹が空いた時にすごくいいです。おやつになりますね。はい。次、これを紹介したいと思います。じゃじゃん。あんまんです。あんまん。はい。このあんまんも美味しいんですよ。あのあんまんの中身は、ちょっと待ってくださいね。もう見てください。このフォルムが可愛いですよね。可愛い、本当に。そう。じゃあ、あんまんの中身は何だと思いますか？あんまんを割ります。じゃじゃーん。おー。はい。うわー、久しぶりだ。はい。あんまん。あんまんの中身は、あんこです。あんこ。小豆と砂糖を混ぜた甘いペーストです。あんこあんこが入っています。あんこが入っているものをあんまんと言います。あんまん。そして私がさっきコンビニで買ってきたこのあんまんは黒ごまが入っています。黒ごまのペーストが入っています。だから黒いですね。そう。この黒ごまが入っているあんまんが私は大好きです。いただきます。うん、うん、あんまんもすごく美味しいです。あんまんはいろんな種類があって、このあんまんみたいに黒ごまペーストが入っているものもあるし、あと、あんこだけ、小豆のあんこだけ入っているあんまんもあって、こしあんと粒あんがあるんですよ。すごく滑らかで、ペーストみたいなこしあんと、あと、小豆の粒とか皮が少し残っているような食感の小豆、粒あん、粒あんって言うんですけど、粒あんとこしあんがあります。はい。私はこしあん派です。こしあんが好きです。そう。あんまんは甘いんですけど、でも、なんだろう、デザートっていう感じではなくて、なんだろう。なんて言えばいいのかわからないですけど、あの、肉まんが食べたくなったら、肉まんだけじゃなくて、このあんまんも一緒に買います。あんまり甘いもの好きじゃないんですけど、このあんまんは好きです。美味しいですね。はい。じゃあ、あともう一つ。じゃじゃん。これ、ちょっと見た目が黄色いですね。オレンジ色。
中身は何だと思いますか？じゃあ開けます。オープン。じゃん。おー。はい。これ、実は、これ、ピザマンです。ピザマン。中にトマトソースと、あとチーズが入っています。ピザマン。ピザの味がします。ピザの味がします。じゃあいただきます。トマトソースとチーズが入っていて、本当にピザの味がします。じゃあごちそうさまでした。美味しかったです。今日食べた肉まん、あんまん、ピザまん、中華まんは近くのコンビニで買ってきました。そこのコンビニには今日は売っていなかったんですけど、たまにカレーまんっていう中華まんも売っている時があります。カレーまん、中にカレーが入った中華まんです。皆さん、もしこの時期に日本に来たら、ぜひコンビニに行って、この肉まん、肉まんとか中華まんを食べてみてください。特に寒い日に食べるのがおすすめです。お店によるんですけど、だいたいコンビニでは夏が終わって9月、10月くらいから3月、4月くらいまで売っています。コンビニのレジの横にケースがあるので、そのケースに入っている肉まんとかあんまん、ピザまんを指さして、すみません、肉まん一つくださいとか、あんまん一つくださいと言えば、店員さんがケースの中から取ってくれます。はい。ぜひ皆さん、寒い日に食べてみてください。もちろんこれは家でも作れるので、よかったらレシピを検索して家で作ってみてください。そんなに難しくないです。あとスーパーに行けば冷凍の肉まんとか冷凍のあんまんも売っています。はい。皆さんの国ではこの時期、寒い季節に何か食べたくなる食べ物はありますか？何かおすすめがあればぜひ教えてください。じゃあ今日も最後まで見てくれて本当に本当にありがとうございます。お疲れ様でした。またね。バイバイ。